前たまたま緑区で漁師として活躍されている方に出会い、今日はなんと見回りを一緒にさせていただけることになりました。おはようございます。本日はよろしくお願いします。はい。さあ、タカさんご紹介の方よろしくお願いします。はい、僕は普段緑区の藤野の土地屋という地域にある旅館の方の3代目として修行してます。でその傍ら自分でも柚子農家でもあるので、自分の畑、あとは地域の畑とかを守るためにも漁師をやってます。ちなみにこの漁師になったきっかけとは？僕の場合は本当に言っちゃえばやるしかないから、言っちゃえばね、将来子供ができた時とか、あと大切な僕の家族とか地域の人たちが安心安全で外に出れない状況っていうのが嫌で、やっぱりさっき言った通りイノシシが出てきて車にぶつかっちゃったりとか、そういう事故とかも起きてる地域で、そういうのを防ぎたいっていう思いで最初始めて、命を無駄にしないために、取った後にその子たちを無駄にしないために利活用活動していて、今僕ら人に販売するには屠殺場、食肉加工場っていうのを通さないと販売はできない。で僕らのところはまだそれを持っていないので、人様には売ることができません。その代わりペットのワンちゃん猫ちゃんとかのご飯とかに作って出すことができるので、僕の仲間でワンちゃん猫ちゃんペット用にフードを作ってる方がいるので、本日はそちらへお渡しして活用して一切無駄のないように、必ず循環して無駄のないようにというのを志している。やっぱり命をいただく以上、それを無駄にするっていうのは虐殺と変わらなくなってしまうと僕は思うので、そこはちゃんと利用させて。ここが普段僕が見回っている神奈川県相模原市緑区にある水になります。これ罠の中の種類で箱罠と言います。罠置いてあったところはイノシシが入って暴れた時に全部こうやって暴れちゃって、もう草生えなくなっちゃう。被害が大きい。やっぱりイノシシの方が被害が大きいですね。この地域はクマとか熊に出ちゃう地域、出ちゃうと大変なので出させないようにちゃんと毎日見回りとかをして、捕まった状態の子を放置しないようにする。僕らがやってる罠の方はその獣の通り道、獣道っていうのを探してる。うんちが落ちてると、イノシシとかだとヌタ場っていうドロドロのイノシシが転がったりして体温調整するために泥つけたりとか、成虫とかを落とすために泥をつけるヌタ場っていうのがあるんですけど、そこを通った後に木とかに体をこすりつけるっていう習性がイノシシとかにはあって、でその痕跡を見つけることができれば動物が通ってるっていうのが分かる。この通り道に栗罠っていうのを設置したり。僕実際に栗罠見てみたいです。じゃあ早速そっちの方へ行ってみましょう。はい。ここ結構竹すごいでしょう。竹やぶに生えてくるものといったらタケノコ。はい、イノシシの好物。外国でさ、高級食材の一つをさ、豚さんがトリュフ。そうトリュフ、あれ豚さんが探すじゃん、犬とかじゃない。はい、そのぐらい鼻がいい。イノシシを改良して豚って作られてるから、この木にくくられてるワイヤーがくくり罠の根元になります。でかけてある場所はここに入ってます。この木の真ん中と奥の木の真ん中に1個ずつ入ってます。ちなみにこの木は意味あったりするんですか？僕らは枕木って言ってて、野生の動物は足の裏を結構大事にしたりするので、歩いていく時に異物があるとそこをまたぐ習性があります。これを置いとくことによってこの木をまたぎます。その先に罠が来るようにかけてあります。野生の動物と人間の知恵比べ的な要素もあります。せっかくなんでくくり罠一回発動させてみましょう。手とか足だと危ないので、こういうのでちょっと強めにこうやって鹿が歩いてるつもりでゴンってやってみてください。早速罠があるのでやってみてください。ここにありますか？はい、そこじゃないかな。違うかな。もうちょい右かな。おお、はい、こういう感じで。すげえ。これが鹿の足だったらもう逃げることができなくなる。動けません。罠もかかってほしい足っていうのがあります。僕らはその利活用してるので、一番お肉が取れるのがどこか分かりますか？後ろ足。
はい、正解です。後ろ足にお肉っていっぱいついてるんで、後ろ足にかかっちゃうと、かかった足怪我します。暴れたりして骨が折れちゃうこともあります。そうするとそこのお肉はもう一切使えない状況になってしまうので、できれば前足にかかってもらうのが一番ベスト。罠のかける時とかは歩いていくのを想像して、前足がどんぐらいの幅で来るかとかを考えながら罠をかけると綺麗にはまる時があります。でやっぱり僕ら漁師は狙った通りのところにかかってくれたらやっぱり嬉しいっていうのもあるし、逆に後ろ足にかかってしまうと損傷してその子も結構ダメージもでかくなってしまったりもするので、僕らはそういうことも気をつけながらやらせてもらってます。一回今発動させたんで、これから今度ちょうどいいので罠の仕掛け方をお見せしたいと思います。ここにバネがあります。このバネをロックしている部品がこちらになります。これ蝶ネジっていうんですけど、この蝶ネジっていうのをまず緩めてあげます。これを緩めないとバネが緩んでくれないので、これが外せません。一応僕らはそのお肉を無駄にしないために、命を奪うっていうちょっと人によっては残酷と思う行為をしなくてはいけない時があります。この世の中に出てるお肉って絶対そういうところを経て人の前に来て食卓に並ぶんで、絶対誰かがそういうことをしなきゃいけない。で僕はそういう現実を今の世の中で知ることが少なくなってるので、もうスーパーに並んでるお肉もこうやって捕まえてはいないんですけども、誰かがその命を奪ってお肉にしているっていう現実を結構工程を見せないことによってフィルムをかけてしまって見えなくしてるんで、そうすると命のありがたみとか食に感謝をする気持ちとかが減ってってしまうので、一回僕はこういう命の現場っていうのに来て経験するっていうのも大事なことなんじゃないかなっていうのはすごい思ってお伝えしていきたいなと思ってます。確かにいつものいただきますがより言葉に思いが乗っかる、そうですね。やっぱりいただきますっていう言葉自体が命をいただいたりとか感謝の言葉なので、僕の中でいただきますっていうのは命と作ってくれた人への感謝でいつもいただきますって言ってます。皆さんちゃんと言ってますか？言ってます。いただきます。大事ですよ。本当に感謝の気持ちを忘れたらろくな人間にはならないんで、ちゃんと感謝の気持ちを忘れずいてくださいね。一回この緩めたのでバネを一番下までやります。そうすることによってこれが開くようになります。これがくくり罠のくくりと呼ばれている部分です。これをこの弁当箱っていうのにはめていくんですけど、これのシステムはここにワイヤーがかかるので、バネの力でこれが真ん中にギュッてなります。そうするとハの字になってるの分かります？バネの力で真ん中に寄ってるんで、これが下に下がらないんです。でもこれ今ワイヤーがバネの力ないんで下がっちゃうんですけど、こうやって下がるとこのアームと言われている部分、このアームの部分が上に上がります。そうするとバネでグッて真ん中に押さえられてるので、アームの部分が引っ張られてこういう状態になります。ワイヤーだとしたらこれが上にある時にこう真ん中に寄ってます。この時にこの弁当箱の底を踏むとこうやって下がります。下がった時にワイヤーはそのまま真ん中に寄ろうとするので、こういう状態になります。このアームからワイヤーが外れてバネの力で一挙に締まります。で足がくくられて逃げれなくなるっていうシステムになってます。実際に鹿が足踏んで取られることってあるんですか？これが例えば仕掛け方が悪かったりすると、つま先だけにワイヤーがかかってしまって滑って抜けちゃったりとかします。やっぱり野生動物も命がけなので、自分の足をちぎってでも逃げようとします。なので去年も何回かあったんですけど、大きい鹿がこうかかってました。僕らが近づいてきた瞬間に最後の力を振り絞って全力でバーンと走っていきました。そしたらここからもげて目の前で走り去っていったっていうのもあります。それで例えばイノシシとかオジカとかだと角があったりとか牙があったりとかで人の方に突っ込んできた場合に死人が出てしまったりとか、そういう危険な状況に陥ることがあるので、もし万が一罠漁をやって獲物がかかってた場合は近づく前に
はい。絶対にどこに何がちゃんとかかっているかを確認してください。罠が。罠がちゃんと足首以上にはまっているかとかを確認しないで近づくと、外れて突っ込まれて死んじゃうとかいう事故が起きてしまったりするので、もし始められる方は絶対に獲物がかかってたとしてもやったーとか興奮したりとかして、すぐ近づいていったりとかすると本当に命に関わります。本当に命がけの。そうですね、命がけですね。そういった面では僕の勝手な考えなんですけども、僕は命を無駄にしないっていう活動をしてるので、銃は使いません。それ、銃だと。最近の弾は鉛じゃない弾とかもあるんで大丈夫なやつもあるんですけど、昔の弾って鉛を使ってたから鉛毒っていうやつが体内に入っちゃうんですね。そうするとそこのお肉も食べれないんです。そうすると無駄なところが出てきてしまう。で、僕がやってる活動は命を無駄にしないっていう活動なので、そうすると僕がやってる活動と合わないことになってしまうので、僕はそういう銃とかは使わないです。で、今アームのところにワイヤーかけたんですけども、こっちを引っ張ってバネを縮めていきます。で、ここら辺までいったらもうこっちは離しちゃってもアームが効いてるんで閉じちゃうことはありません。このバネを完全に潰しきります。そしたらここの蝶ネジを締めてあげてロックをかけます。そうするともう離してもバネは戻ってきません。もうこれでセットは完了の状態で、あと埋めるだけなんですけども、埋める時にこのバネ、こっちロックかかってるじゃないですか。そうするとこっちのアームが外れた時バネってこっちに飛んできますよね。で、飛んでいく方向を考えた時に、このバネが上から下に向いちゃってたりとかするとバネの飛ぶ方向って下になっちゃうんです。なのでバネは絶対こうやって上に向けといてあげてください。そうすることによってつま先じゃなくて深くバネがかかるようになります。これ結構大事なとこです。これは忘れずに必ず上に向けるというのをやってください。こういう感じで。この時なんですけども、この高さ、地面よりちょっと下がるぐらいにしてあげてください。で、周りを軽く隠します。この時掘るんですけど、掘った土とかは絶対近くには捨てないでください。ほじくり返された土の匂いって野生動物わかるんで、すぐバレます。ここに罠あるって。なのでなるべく取った土は遠くに捨てるか、そばに置いといて必ず使い切るようにしてください。中に入れ込んで上から周りの軽く慣らしてあげたら、こういう枯れ草も近くのは取らないでください。ちょっと離れたところから持ってきて、で上からパラパラって巻く。で、一番ベストはイノシシとかがほったくった後の枯れ草を集めておいて、乳がついたやつを使います。それによって全然。そうすると安心して通るようになるんで、そうするとかかる率が高くなったりとかします。ワイヤーとかこういう光り物って太陽光とかで反射しちゃいます、もちろんこの鉄も反射します。なのでここは見えないようにちゃんと隠します。シャベルとかこういう風に掘って埋める、必ず埋める、こういう風に掘って埋める、やっといてあげると光らないので警戒もそこまでされずに済む。あとはこういう風に通り道をわざと狭めてあげて、ここを通るように狙う。ちなみにイノシシは鼻もいいけど目はどうなんですか？悪い。目は悪い。で、今このまんまだと丸見えだからちょっと草を探しに行きます。とかこういう端を歩くのが好きで、見てもらうと分かります。もう結構ボッコボコ。これ全部イノシシが掘った跡なんですけど、こういうところの葉っぱとかを使います。こういう枝とかを入れてしまうと罠の発動の妨げになるので、こういうちゃんと葉っぱだけに分けてから上からパラパラしてあげてください。これをこういう感じでパラパラっとどんどんかけていきます。もっともっと必要だね。で、ここだけかけてあると怪しいでしょ。なんでここの前後にもかけます。遠くから見た時にどこにかけてあるかわかんないでしょ。全然わかんない。これ踏んじゃいそう。で、こういう風に罠はかけます。で、あと多分ここら辺探してるとうんちが見つかると思う。ちょっと探してみましょう。これ足跡だ。
わかる？これ。そう。あ、うんちあるじゃん。ほら。これちょっとでも古いね。もうほら、こうやって足跡もあって、うんちも転がってて、穴掘ってるじゃん。で、多分あそこら辺の木、体すりつけてんだよ。で、ほら、そこにもうんちある。うんちだらけだね。うん。ってことは、こんだけうんちがあるってことは、そんだけここに来てるってことだから、ああいう通り道にかけとけば絶対いつかかかるよって。罠は、うん。名倉地域で何箇所かけてるんですか？だいたい今ね、8箇所の1箇所につき3個ずつぐらいかかってるから28箇所ぐらいかな。それを一人で回るって大変でしょ。そう、もう実際一人で回ってたらね、見るだけだったらすぐ終わるんだけど、やっぱり罠かけ直したりとかさ、状況によって変わるから、そういうのやってると半日ぐらい潰れちゃう。実際にかかってる時に一人でやるそうだね。大変です。実際かかってるとやっぱり一人で止めさしとかしちゃうと何かあった時対応できなくなっちゃうから、俺も基本的に一人で罠はやってるけど、見回りとかは仲間に来てもらったりとかもするから、かかっちゃってたら止めさしした後運び出しとかもあるから、100キロクラスとかになるともう一人じゃ無理、持てないから。まずいれば2人1組とか3人1組で動くのがベストだね。人手が必要。だからやっぱり仕事してると毎日は回れないよね。さあ、では次、僕がいつも回ってる方の土地屋っていう地域にやってきました。で、罠はこちらにあります。これが僕が罠やってますよっていう、さっき言ってた看板になります。で、見てわかる通り傾斜が多い、平らなところが少ないところなんで、罠をかけれるポイントも少ない。というのは、傾斜があると罠にかかった後足がくくられちゃってるんで転んだりします。傾斜だと落ちたりします。そうすると足だけ引っ張られてブラーンってつられる状態になって、頭に血とかが上ってすぐ死んじゃいます。早いと 2,3 時間で死んじゃう。そうすると見回る前に死んじゃってる個体とかが出てきちゃうから、斜面にはなるべくかけないようにしてます。では早速罠の方見ていきます。今ここちょっと分かりにくいんだけど、上見てもらうとあそこから降りてきてる形跡があります。これ獣道ですす。ここを通って今入ってきたところとか、こっちの奥とか、さらにこの下に降りていったりという道になってます。ここにかけてあるのはちょっと奥にかけてあるんですけども、今ちょっと分かりにくくなっちゃってるんですけど、ちょうどあっちから斜めにこう降りてきてる道があります。こう S 字になってるんですけど、上からこう S 字に降りてきてて、ここに今罠かけてある。超分かりづらくなってるんですけど、ここの埋め込んじゃってるんで、根元のワイヤーも隠しちゃってあります。この木の根っこにワイヤーを巻いてあります。で、土かぶしちゃってるんでワイヤーは完全に見えなくなる。ここは以前にかかってた。ここは前鹿2頭かかったことがあります。1頭は100キロ近くのすごいでかい鹿がかかりました。でもう1頭はその子よりちっちゃい個体がかかって、そのもう1頭のかかった時にその子供が奥でかかってます。一番大きい鹿の後に2頭同じところで同時にかかったっていうの。同じところ通るんですよ。そう、結構鹿とかイノシシとかその一族の道みたいなのがあって、どんどん代々親から子に受け継がれている道とかもあって、それ以外に子供たちが自分で開拓する道っていうのもある。だいたい山の中奥深いほど一族が使ってる道、本線って言われる道があります。でそこからさらに人間でいう国道から県道に行く道があって、市道に行く道があるみたい。だんだん細くなっていく。で細くなればなるほど通る頻度も少なくなっていく。なのでなるべく太い場所を見つければいいんですけど、それって山の中なので、僕は山の中にはかけてないので、人里に出てくるこういう民家と山の際にかけてます。足元見てもらうと分かるんですけど、これ動物のうんちの、これは鹿とかイノシシとかじゃなくて小動物のうんちになります。これは多分アナグマよりはちっちゃいハクビシンとかそういうようなうんちだと思います。うちの
下に行く道があるんですけども、今これ塞いじゃってるんですけど、前ここでも大きい鹿取れてます。なんで、ここはもう代々鹿が通る道なので、1年に何回かは絶対取れます。そういう場所を探すのも大事なポイントですね。道を探す。そうです。本日はありがとうございました。お疲れ様でした。さあ、今日一日一緒に回ってみて、どう思った？いや本当に僕も同じ相模原に住んでるんですけど、街で動物なんて見たことないし、土地屋に来て今一緒に見回ってる時、うんちだったり足跡、獣道とかたくさん見て、同じ相模原に住んでると全然違うんだな。やっぱりこっちは山の方だから結構いろんな動物が、さっき回っててうんちとか足跡見たと思うんだけど、うんちも何種類かあったでしょ。はい。イノシシのうんちだったり鹿のうんちだったり、あとここら辺トウサギとか、あとキツネも出ます。であと一番おっかないのはやっぱりクマも出るし、リスも出る。だから日本で出る動物ほぼほぼ出る地域、猿たまに回ってきたりとか、やっぱりそんだけ野生の動物がいて、こんだけ人の近くに住んでるから、やっぱりイノシシが出てきてお家荒らしちゃったりとか、鹿が出てきて畑荒らしちゃったりとか、そういう実害が結構多くなってきちゃってる地域でもあるから。今日見回って、今日は確かに見回りだけだったじゃないですか。見回りだけじゃなく、やることも本当多分たくさんあるますね。そうなるとやっぱり僕はまだ動けるけど、現状高齢化が進んでどんどん人がいなくなっていく中で、タカさんはこれから漁師っていうカテゴリーをどうなっていきたいとかってありますか？やっぱりここは中山間地域で結構若い人とかも少ない地域なんだけど、はい、もうこんだけ自然が多いでしょ。多分見てもらうと分かる通り、山の中だから、結局どうしても動物との距離感、動物と人間の世界っていうのが隣同士だから、漁師さんは絶対いなきゃいけない。でも減っていってしまってる。だから僕らみたいな若い世代がちゃんと目を向けて、それを広めてって、で漁師の大事なところとか必要性を分かってもらって、理解してもらった上で仲間を増やしてってやっていくしかないかなと思ってて、やっぱり地元の人だけだと結局皆さん仕事とかしてるから毎日回れたりもしないし、で回れる人が来れる時に来れるような見回りをね、あとは近所の人とかが罠かけてあるところの近くに住んでる人がいたら、散歩中にちらっと見てもらうとかでもいいから、そうやって協力してもらわないと、やっぱり漁師さんだけでは無理な場面っていうのがあるから、だから自分ら漁師さんの育成と、要は僕らの後の世代の漁師さんの育成もしなきゃいけない。あとは近隣住民の方の理解も得なきゃいけない。でも逆に理解が得られれば、ちょっと私散歩する間見ますよとか言ってくれる人とか出てきて、それでも全然助かる。そんだけでもやっぱり見回ってない時間帯に動物がかかってしまっていて死んじゃうっていうことも防げるようになるし、だからやっぱり周りとの連携っていうのも必要で、あとはちゃんと解体とか取るだけが仕事じゃないから、取った後にそれをどうするかまでちゃんと考えてやっていかないと、ただ命だけ奪って、であとは埋めてしまうっていうただの殺戮行為と変わらなくなってしまう。じゃあ今度は動物サバスってところ行かせていただいてもいいですか？家具はあればぜひ見学しに来てください。最後に今後漁師に興味ある方に伝えれることはありますか？まず漁師に興味がある方って猟友会とかそういうところとかにコンタクトして入ろうっていう人が多いと思うんですけど、結構敷居が高かったりとか場所によってはあるんで、もし興味が本当におありならばいつでも僕らのところに来てもらえれば聞きたいこと何でも教えますので。本当ですか？はい、で僕らの使命と思ってるのがやっぱり僕らの後の世代の後進の育成だと思うので、少しでも興味あったらその興味を持ってやり始めてくれる方も多分出てきてくれると思うから、
そこに対して僕らの知識とか技術とかお伝えできることがある。何でもお伝えするので、ぜひいらしてください。